も皆さんこんにちは。ネットです。ブンブン。今私の後ろに見えるこちら、これが新しい家族なんですけど、皆さんは何なのかわかりますか？そう、ご察しの通りバイクです。こちらのバイクはなんと日本車ではなく外車になります。そして5速ミッションの水冷エンジン、そしてフルサイズの 50cc になります。ダダ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 ンダン、アプリリアクラシック50でございます。でかい。もうこの見た目で 50cc ですからね、もう見た感じは 250cc と変わらない感じがします。で、なんでこのタイミングでアプリリアクラシックなのかというと、リスナーさんからいただくことになりました。まずこちらのアプリリア、不動車です。電気系統は生きてるんですけど、ピストン類がね完全に錆びきっています。そして私にくれたリスナーさんも前のオーナーさんからいただいたらしくて、その時からねもう不動車で、そのリスナーさんがエンジンを直そうと思っていたんですけど、結局直せないで、このまま家に置いておくのもあれだなっていうことで私にお話が飛んできました。リスナーさんから言われたことは、エンジン音がね聞きたいということで、今回の動画からこの不動車のアプリリアクラシックを走るところまで、そして外装が結構ボロボロなのでフルリメイクしていく動画を撮っていきます。なので今回からちょこちょこバイクの動画を撮影していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それではアプリリアクラシックのリメイク作業、レッツスタート。これは学生の頃に乗っていた思い出のバイクです。アプリリアクラシック50は学生の頃不動車になり廃車になってしまったので、今回はそのリベンジをしていきます。エンジン内にあるオイルを摘出していきます。やっぱ水が入ってたっぽいんで、これが悪さしてるっぽいな。一応右側と左側のボルト類はこのようにカップでね分けて入れます。オイルパンカッター、今ね開けたらどうも綺麗な状態で、中身交換してるっぽい感じはあります。ギアとかの摩耗とかもあまり見受けられないので、組んだけど動かなかったのかな。セルモーター、取れた。そして点火時期が分からなくなるので印をつけておきます。分かった。エンジンがね回らなかった原因がちょっと分かったかもしれないです。このクランクシャフトのところにキーっていう突起物があるんですけど、この突起物がどうもすり減ってしまって引っかかりがなかったので空回りをしてたっぽいですね。そしてリードバルブなんですけど、固着は特になさそうです。サビがね上のところがあるので、これは後できれいにしましょう。
castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Met her in my dreams, she was my queen. Castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Met her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. Met her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. 外れた。あー、錆びてますね。これはひどいな。これは新品にしないとダメです。よいしょ。最高だぜ。いや、これはもう錆びて回んないよ。でミッションは取り外す前に写真などを撮ってちゃんと現状をね保存しておいてください。もういっちゃおう。次に先ほど分解したクランクケースを洗浄するためにこちら新 3S、 こちらの真っ白な粉を10リッターの水で希釈していきます。アルカリ性なので目とかには入らないように注意してください。こちら油汚れの洗浄にすごくいいので、つけててもいいし、この状態でブラシでゴシゴシやっても OK です。おお、落ちるね。1日放置したのでどうなっているのか確認してみます。最初と比べるとかなり綺麗になっています。洗浄が終わったので液体ガスケットがついていた面をきれいにしていきます。当て板にペーパー600。次にクランクにベアリングをはめていくんですけど、100度手前まで温めた後にこのクランクにはめ込んでいきます。非接触体温度計。しっかり裏と表を100度ぐらいまで温めると、サイズが合っていればベアリングが簡単に根元まではまります。お、いった。ベアリングが根元まで入ったら軽く冷えるまで上から押さえつけておきましょう。冷えるまでベアリングは回さないようにしてください。じゃあ反対側もはめていきましょう。はい。お、いった。次はバーナーを使って温度を100度近くまで上げていきます。上げすぎると歪んじゃうので注意してください。ファイアップ。はい、クランクのセットができたので次はミッションを組み込んでいきます。
ミッションはめ終わりました。すっごいねばらけてたんで試行錯誤してはめました。で次にロックピン。液ガスを塗っていくので一旦脱脂していきます。そしたらワコーズのガスケットメイクでコーキングをしていきます。そしたら次にクランクシールを取り付けていきます。中央に今オイルを塗っています。はめ込む時に傷が入るといけないので手前奥手前奥みたいな感じで中央の突起で傷が入らないようにはめ込んでいきます。ちなみに純正のシールキットを買うと1万円オーバーしますが、今回のシールは2000円ぐらいで買えて、なおかつ二重構造になっているので漏れのリスクが非常に低いです。ちなみに純正はシングルタイプを採用してました。そしてこちらが点火時期のプレートなので、外す前の位置をちゃんとメモしていると思うので合わせてから取り付けます。そして今からこのフライホイールを取り付けるんですけど、前ついていたクランクのキーの部分がね削れちゃってます。これが削れてしまった前のキーです。もうツルッツルですね。そして純正のキーが売ってなかったのでヤマハのキーを削って今回は取り付けていきます。セルモーターの噛み込みの確認をします。良さそうですね。で今からギアをはめていくんですけど、よーく見ると印がついています。ほら、ここだけ印がついています。で反対側のギアにもこんな感じで点々があるので、この点々の間に先ほどの印を組み合わせていきます。いきました。オッケー。
浜ちゃん。今から締め付けをするんですけど、対角線にバランスよく徐々に締めていってください。でこの中央のボルトを締めていくとピタッて止まります。ここから少しね緩める必要があるんですけど、この緩める量はサービスマニュアルを参考にしてください。今回は取り外す前の基準を目安に緩めています。でクラッチが動かないようにナットで固定。OK。ではクランクを回して、ウォーターポンプが動くのかチェックします。動くね。よかったよかった。動いてる動いてる。でオイルポンプも、同時にね一緒に回っているので OK ですね。しっかり組めてます。はい、ということで今エンジンの腰下までが完成しました。でエンジンの動画は一旦ここで終了させていただきます。次回がピストンの組み込みとキャブレターの洗浄、そしてエンジンの始動までいけたらなと考えていますので、次回も皆さんよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。